AI はモデルだけの話ではありません。ジェンスン・フアン氏の言う5層のケーキで見ると、上からアプリ、モデル、AI ファクトリー、チップ、そして一番下にエネルギーがあります。はい、最下層が電力です。土台が詰まると、上の天才たちはまとめて黙ります。はじめまして、ゼツノイヤです。今日は GPU より少し下、でも多分一番物理的な話をします。AI 時代のエネルギー層です。パンで言うなら皿、ケーキで言うなら台座、派手ではない。でも、ないと全部ひっくり返る。こういう土台、私はかなり好きです。昔の IT で、電力は主にコストでした。サーバーを動かす費用、クラウド原価の一部。でも生成 AI では意味が変わります。電気が GPU に入り、トークン、画像、コード、設計案、ロボット制御へ変わる。電力は経費ではなく、知能を作る原材料になります。ここで大事なのが、電力を2つの目で見ることです。kWh は1年でどれだけ使うか、メガワットやゴールデンウィークは、その場所で同時にどれだけ引き込めるか、AI データセンターのつまりは、年間合計より、この土地に率500メガワットや1ゴールデンウィークをつなげるのかで起きがちです。1ゴールデンウィークの AI データセンターがほぼ通年で動くと、単純計算で年 8.76 テラワットアワーです。しかも実際には、冷却、UPS、電源変換、ネットワークまで乗ります。つまり AI ファクトリーは、もはや一棟の建物というより、工場か都市に近い電力の食べ方をします。食欲が文明級です。米中を比べると、まず総量は中国が強いです。2025年の電力消費は約1400テラワットアワー。米国は約4195テラワットアワーで、中国はだいたい 2.5 倍。さらに中国は再エレと送電網を国家動員で増やす。量と建設速度はかなり全工程寄りです。でも、データセンター電力に限ると現時点の中心は米国です。世界のデータセンター消費電力では、米国が 45%、中国が 25%、しかも米国には NVIDIA クラウド、最先端モデル、AI ファクトリーが密集している。総量は中国、密度は米国、勝ち方が違います。補足を一場面だけ。チップ輸出規制で中国を完全に外へ押し出すと、中国はファーウェイや国産クラウド側へさらに最適化されます。短期では能力を削れても、長期では別の AI スタックを育てるかもしれない。米国は高効率、中国は総量、パンケーキが2枚に分かれ始めています。中国の強みは、電力総量、再エネ増設、送電網の国家動員力です。ただし最先端 GPU や HBM の効率では、まだ米国、台湾、韓国の連合に遅れる。だから同じトークンを出すために、より多くの電力とチップを並べやすい。総量は強い。でも、効率の壁は普通に重いです。一方の米国で本当に詰まるのは、電気が世界から消えたという話ではありません。必要な場所へ、必要な時期までに、必要な容量を接続できるかです。GPU は変えても、送電線、変電所、変圧器が間に合わなければ動かない。はい、ラストマイルで負けるの、かなり痛いです。米国では変圧器需要が急増し、大型品は納期が最大4年。PJM では将来の不足が懸念され、アーコットには巨大な接続申請が押し寄せています。AI はソフトウェアの速度で伸びるのに、電力設備は年単位でしか増えない。ここ、速度差が露骨です。その最前線がノーザンバージニアです。特にアシュバーン周辺のデータセンターアリーは、世界最大級のデータセンター集積地。2025年末の在庫は約4040メガワット。空室率は 0.5%。人気すぎて、ほぼ満室です。クラウドの聖地は、同時に電力ストレステスト会場にもなりました。この地域が強いのは、ファイバー、顧客接続、クラウド基盤が積み上がっているからです。だから AI 企業も集まる。でも成功しすぎると、次は電力網が苦しくなる。ドミニオンには将来接続を含む巨大なデータセンターパイプラインが積み上がる。栄光の裏で、系統が悲鳴を上げます。では、電気はどう届くのか。発電所で作り、小圧変圧器で電圧を上げ、高圧送電線で運び、変電所で下げ、専用線や配電網を通ってデータセンターへ入る。中では UPS、開閉装置、配電盤を抜け、最後に GPU ラックへ届きます。長いです。電気にも通勤があります。そして詰まりは一箇所ではありません。発電所、ガスタービン、変圧器、送電線、変電所、冷却水、許認可、住民合意、料金設計。どこか一つでも止まると AI ファクトリーは動けない。モデル競争の下にはかなり泥臭い土木と制度があります。ここから企業名が出ますが、銘柄推奨ではありません。どの会社がどのボトルネックを握るのかを見る地図です。AI 電力テーマを全部ひとまとめにすると解像度が落ちます。発電する会社、機器を作る会社、接続を握る会社、24時間電源を売る会社、
役割は別物です。まず GE バーノバとシーメンスエナジー。彼らは電気を売るというより、ガスタービン、変圧器、開閉装置など、電力設備を作る側です。野の電力会社が勝っても、機器がなければ建設は進まない。AI 電力版の HBM みたいな立ち位置です。地味に見えて、かなり上流。ネクストイラは、新しい電源を作る側です。再エネ、蓄電池、ガス、長期契約を組み合わせて、データセンター向けの供給を増やす。既存の電力網に空きがないなら、電源ごと作るしかない。AI の需要が発電開発そのものを押し広げています。サザンデューク LAP エンタジーは、地域ごとの送配電網を握るゲートキーパーです。AI 企業が世界中でクラウドを売れても、データセンターは必ず土地に立つ。その土地で何メガワットをいつ接続できるかは、地域電力会社が握る。ここ、普通に関所です。ドミニオンは、その中でもノーザンバージニアの意味が大きい会社です。どれだけ GPU を並べても、送電線や変電所の状況が間に合わなければ、そこで止まる。ドミニオンは発電会社というより、AI データセンターの稼働開始時期を左右する、電力版ラストマイルの門番です。コンステレーションビストラッタレン NRG は、既存の原子力やガス火力など、24時間動く電源の価値を握ります。AI データセンターが欲しいのは、ただ安い電気ではありません。長期で、大容量で、めきれば低炭素で、夜も止まらない電気です。はい、眠らない炉です。つまり AI 電力テーマは、発電会社だけを見れば良い話ではありません。発電設備、電力機器、送電網、系統接続、24時間電源、冷却、規制、立地、全部が1枚の地図です。ここを雑に AI で電力株とまとめるのは、パンを小麦だけで説明するくらい荒いです。ここまでを一言でまとめると、米国は高性能チップ、クラウドモデルが強い。でも、電力接続の速度が詰まりやすい。中国は電力総量と国家動員力が強い。でも、チップ効率と AI クラスタ成熟度で大側です。米国は高効率型、中国は総量型、かなり別ゲーです。AI モデルは数ヶ月で進化します。GPU も1から2年で世代が変わる。でも発電所、送電線、変圧器、原子力、ガスパイプライン、住民合意は3年、5年、10年の時間軸です。ここが最大のズレ。AI はソフトウェアの速度で伸び、電力はインフラの速度でしか伸びません。だからノーザーバージニアは、ただの人気地域ではありません。AI 時代の未来を先に映す鏡です。ネットワーク密度が需要を呼び、需要が電力網を圧迫し、電力網の限界が次の立地と投資を決める。上層の AI 競争が最下層の物理へ戻ってくる場所です。AI 時代のエネルギー層とは単に発電できるかではありません。遅れるか、変圧できるか、接続できるか、冷却できるか、規制が通るか、料金を社会が受け入れるか、そして最後に1ワットからどれだけ価値あるトークンを埋めるかです。不安視の5層の景気理論が面白いのは AI をモデルや GPU だけでなく電力から見直させるところです。賢いモデルを一つ作るだけでは足りない。電気を確保し、早くつなぎ、安定して冷やし、価値あるトークンへ変える国と企業が強くなる。未来、ちゃんと物理です。結論、AI 時代の最下層は、最も地味で、最も時間がかかり、多分最も逃げられない。モデルの下には電力があり、電力の下には設備と制度があります。そこまで見えて、ようやく AI インフラの全体像です。以上、ゼノイアでした。疲れました。眠たいです。